オリンピックが1964、当時私はその時高校を卒業したんですね。でやっぱり会場にも行ったし、メインスタジオの中行った時に初めて多くの外国人で出会ったわけですわ。で棒高跳びは最後まで見たんだけど、周りに全部外人もいるし、それで初めてヨーロピアン、アメリカンで日本以外の人たちの行動とか、それから言葉とかに触れて、これは日本をちょっと出なきゃいけないなと、その時ふと思ってた。それから大学は建築を選びました。七愛校をやっていろんな人との出会いが素晴らしかった。で4ヶ月になっちゃったんだよ、1ヶ月の予定が。でアフリカも回ってスペインも回って、もちろんあれですよ、野宿はもう頻繁ですよ。でこれでしょ。でスピーキングは a bit of French と English ぐらいでね。でも日の丸のリュックサックを担いでたから、当時日本人なんていうのは非常に少ない。1971ですから。戻ってきた段階でこれは仕事探さなきゃいけない。ビザが12月で切れるんですよね。6ヶ月でしたから。私知人もいないし、さてどうしたもんかってしてかなり難しかったんだけども、全部手紙を仕事をしたいという、つまりリクエストの手紙を書いて5、60通書いたかな。その返事を待ってインタビューして決まるっていうのがシークエンス。当時私はアーキテクトのクオリフィケーションは大学院生だったからなかったんだ。コンペにはいろいろ買って作品集はいろいろあったんだけども、結局2ヶ月かかって数社インタビューがあったんだけども、いろいろ返事もあったけれども結局は見つからなかったと。で非常に難しい時期にある友人から今ロンドンバラー・オブ・キャムデンカウンシルで大きな集合住宅計画をやってるよと。そのトップがニーブ・ブラウンという男なんだけども、その人に連絡してみたらということで連絡場所を聞いてですね、連絡してアポを取ってもらってインタビューして、その場で OK って言われたんですよ。作品を見て、その作品は最も彼が気に入ったのは僕がの処女作である姉の住宅なんですが、埼玉県の大宮市にあるんだけど、そのタイトルはイエローサブマリーンっていうんですね。もちろんビートルが好きだったからイエローサブマリーンというタイトルをつけたし、一番最初の仕事がですね、仕事がっていうのがきっかけになったっていうのが1986年東京で初めて個展をしました。銀座で現代彫刻センターで、それをきっかけがですね AA スクールでの個展なんですね。それが1981年、5年前で、個展の様子を朝日新聞だったかな、記事を書いたんで文化欄に。それを見た現代彫刻センターの社長さんが専務を私ロンドンに送ってですね、当社でエキシビションしてくれませんかということで86年に個展をしました。日本はスピードがありますね。それから職人がいろいろ揃ってエフィシェントでね、でもプロセスの中で苦労しない代わりに案外簡単に忘れ去られるような、例えば物事を作り出す苦悩というものをね、時間をかけるから、その間にアーティストのマインドも変わるし周りも変わるしという、そういうプロセスなんかはこっちは面白いかもしれない。すごく時間はかかるけれども、それなりのプロセスは非常に納得いくような仕方をしていると僕は思ってます。